10代の代弁者、反逆のカリスマ。ファンの期待を背に10代のうちに3枚目のアルバムを完成させることが決まった。大人になることを拒んだ彼が10代の終わりにどんな大人になると宣言するのか。このアルバムは彼にとって分岐点になるはずのものだった。20歳になる前に何をするべきか。いや、20歳になったら何をしよう。ご覧、僕らにはあまりにも刹那的な日々だった。僕は今、誰のために歌うべきかわからない。みんな僕を傷つけるだけだ。ただ愛さなければ。もう高校も卒業してしまったし、働いていて1位になったし、もう社会人としてある意味ではそのミュージシャンっていうのを仕事にしているわけだから、これからは歌うべきことが少し変わるねって話をして、少し生活感のある感じのタイトルにしたいなっていう話をして、20歳になって15の夜っていう歌うのだって、辛いだろうって話はしたことがあって、でその時はそうなんだよね、そうなんだけど、何を書いていいのか分かんないんだもんっていうような会話をなんかしましたね。でもアーティストを背負うべき運命だよね、これはね。特に若い頃に名曲を書いちゃった人、それは多分小説家でも絵でも一緒だと思うけど、やっぱり一つその世の中に出たものっていうのがあったりすると、それを超えていくっていうのはすごく大変なことで、だんだんそれ次の壁を乗り越えるには時間がかかることだと思うので、でもそのことに関して尾崎君が手を抜いてたかっていうと全然そんなことはなくて、次のものを求めてたんじゃないかな。もう一回盗んだバイクでってやっぱり書いてもリアリティないしね。レコーディングは混迷を極めた。忙しいツアーの合間で進まない曲作り。自分は今までと違う何を歌うべきなのか。レコーディングに入る前に彼が自ら吹き込んだデモテープが残されていた。これは尾崎さんとやってたその時までで初めて歌が入ってないデモテープを持ってきたんですよ。歌詞がない状態なんてないんじゃないかな。詩と曲がもう出来上がった状態ですよね、尾崎って。僕もそういう記憶があります。ラララで僕も聞いたことないですね。よっぽど悩んで苦しんでたんでしょうね、その時ね。そして迎えたレコーディングの最終日。20歳の誕生日直前の発売に間に合わせるためのギリギリの日だった。
アシスタントエンジニアだった中村悦弘さんにとってもこの日は特別な一日になった。スタジオの別室で彼が詩を書き上げるのを待ち続け、日付が変わろうとしていた。12時ぐらいかな、夜中の尾崎君の様子を見ようと思って登ってったら、その事務所のドアに、今でいう A4 ぐらいのレポート用紙に走り書きがバーンって貼ってあって、ちょっと出てきますと。やばいと思ったから急いで知らせなきゃと思って。詩を書き上げて戻ってくるって皆さん思われてたんですか？わからない。彼がやっぱり納得できるものができないと、おそらく半端なものは作って帰ってきたところで、それがいくらそれが10代最後とはいえ、それが最後の着地点になるかって言ったらならないと思ってたから、なんとなくもうなってちょっと諦めかけた頃、ダーンってドアが急に開いて、朝7時ぐらいだったと思いますね。お待たせしましたって彼が来たんですよ。戻ってきた彼が手にしていたのは歌詞が書かれたノート。書いては消して言葉を一つ一つ探している跡が滲んでいた。歌の名は Forget Me Not、 忘れなぐさ。都会の片隅に埋もれ忘れ去られてしまいそうな小さな花の存在を歌っていた。言葉を探した末に彼がたどり着いたのは、高校の頃ノートに書き溜めていた日常を紡いだ言葉だった。一回寝てからまた来たとかっていうようなことではなくて、おそらく帰って自分が今まで書いてきたものとかを読んでたんじゃないですかね。でそこから抽出されたものが Forget Me Not になってるかもしれない。尾崎豊10代最後の曲 Forget Me Not はこうして生まれた。小さな朝の光は疲れて眠る愛にこれて流れた時の多さにうなずくように寄り添う二人。そっとささやいて強く君を抱きしめた。初めて君と出会った日、僕はビルの向こうの空をいつまでも探してた。君が教えてくれた花の街にやっぱり10代最後なんですよね、そのアルバムは。それは彼にとってもやっぱり何がしかの意味を持ってただろうし、いやその曲だけがやっぱり歌唱も含めてなんて言うんでしょうね、絶唱感がありますよね。彼のいろんな感性みたいなものをかき集めて最後作り上げたけど、まあそれで力尽きてる感じがちょっと僕はそれ現場にもいたからすごくしますね。一つの終わりを迎えたって感じは、あの歌を撮ってる時に本当に
しましたね。大げさじゃなくて、なんかあれで誰も何も言えないくらい感動的だったですよね。Forget me not 僕を忘れないで。猛スピードで走り続けた尾崎豊の10代最後の叫びだった。このレコーディングを終えた直後の尾崎豊の貴重な肉声が残されている。ラジオ番組で歌にならない思いを文章にし、自ら朗読していた。彼という三人称に自分のことを置き換えて語ったようにも聞こえる。何もかもがしっくりとこない日差しの中、彼は些細なことを気に病んでいた。それが大したことか大したことじゃないかは他人の判断に任せることにしよう。基本的に彼はもうすでに勝負をかけたゲームからは降りていた。